なみちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。何やら紙に包まれた大きな魚っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。包まれた大きな魚。っていうことでね、これちょっと前に魚屋さんから届いたんですよ。めちゃくちゃ珍しい魚だよっていうことで、今日は動画にしていきたいと思います。まずは開けていきましょうか。こちらの魚の名前が、ナミフエダイっていう名前の魚です。で、今日の大きさが5キロから6キロあります。なかなか取れないらしくて、最近で言うと、土ホゼリ、あのぐらい希少価値のある魚です。今日はこれが鹿児島産ですね。ちょっと見ていきましょうか。顔なんですけど、さっき僕ね、ちょっと怪我しちゃったんですよね。ここで。ここがカミソリみたいになってるんですよね。すっごい危ないです。エラはそんなに危なくないんですけど、とにかくここが本当に危ない。気をつけてください。で、顔の模様がこう特徴的ですよね。黄色と青のしましま模様。ちょっと不気味ですよね。で、体高がすごくある魚ですね。で、お腹もね、カッチカチなので、これ多分内臓脂肪だと思います。卵とか白子じゃねえな。かなり期待できますよ。そしたら今こちら、朝の10時なんですよ。今起きたばっかなんで、ちょうど朝ごはんが食べたいなと思っていたところですので、今日はこちらのナミフエダイを使って、ムニエル、そして多分いい出汁が出ると思いますんで、ナミフエダイのお味噌汁、それとパンでも焼いて、朝ごはんでも食べていきたいと思います。そしたらまず鱗を描いていきます。すき引きでもいいんですけど、皮目の色を活かしたいので、鱗描きで鱗取っていきます。水をちょっとずつ流しながら、描いていきます。で、こういう鱗の強い魚、鱗描くときは、こうやって取るんじゃなくて、こっちに移動しながら、こうやって縦の動きで取ると取りやすい。で、縦の動きで取るときに、こっち側に傾けて、こう取るといいですよ。すげえ鱗だらけ。では、鱗が落ちましたら、この危険な頭を落としていきます。今日はカマの上から落としましょうか。うわ、すごいな。顎も太い。顎肉も太いですね。よっと。はい、頭取れました。そうしましたら内臓を抜いていきます。どれほどの脂があるのでしょうか。何これ。これね、黄色いんですけど、卵じゃないんですよ。これ内臓脂肪。内臓脂肪が黄色いな。初めて扱います、こんな内臓脂肪の魚。これですよ。めっちゃ綺麗なオレンジ色だ。なんであんな色になってるのかちょっとわからないんですけども、すごく変わってましたね。よし、そしたらおろしていきます。あんだけね、油あったんで、身の方も期待できますよ。ちなみにこれが1週間熟成してあります。血も完璧に抜いてくれてありますんでね、こういう1週間熟成とかが可能となってます。身はかなり弾力がありますね。身に弾力がある方がとてもおろしやすいですね。腹骨を断ち切って、こんな感じ。僕が思ったより油ギトギトな感じの魚ではないですね。意外とあっさりしてるな。こっち側もおろしましょうか。硬いんだよな、腹骨が。ここが腹骨がどうしても硬い魚はこうやってハサミ使うと楽です。ここさえ切っちゃえばもう剥がれますんでね。ハサミ使うと楽だね。無理に包丁でガッと硬い腹骨を断ち切ろうとすると、こういうね、背びれに指が思いっきりブサって刺さっちゃったりだとか、あと身が思いっきり割れちゃったりだとかするリスクがありますんで、やばいと思ったらハサミ使うのがいいですね。はい、このように3枚におろせましたら、肩身は上げるとして、尻尾を落として、で、カマも落としましょうか。カマも落として、これは煮付けだな。ちょっと濃いめに煮付けたい。で、腹骨をすいていきます。で、今日のお味噌汁は、この腹骨を使っていきたいと思います。ここは脂があってとても美味しいのでね、お味噌汁にすると、出汁がすごく出て美味しいです。はい、ここ味噌汁。
はい、そしたら血合い骨を落としていきます。ハラミ、そして背中の方で、今日のムニエルは背中の方を使っていきましょう。で、この血合い骨とかも本当は味噌汁に入れたいところなんですけど、味噌汁に入れてこの中骨が味噌汁に散乱するのが嫌なんで、僕はここ味噌汁にはあえて使いません。そしたら切り身にカットしていきます。一切れ、2切れ、2切れ、7切れぐらい取れそうだな。4、5、6、7と。せっかくだからちょっとお刺身でも食べるか。ここら辺の脂の乗ったハラミもぶつ切りにしてお味噌汁に入れちゃいましょう。いい出汁が出ると思います。はい、このようにおろせました。そしたら、じゃあ味噌汁から作っていきますね。まずはお鍋にお水。今日は作り置きでいっぱい作ります。で、ここに顆粒だし。で、顆粒だしが入ったらそこに魚のアラを入れます。切り身も2つ入れましょうか。で、今日は大根も入れます。大根も入れます。こういう形に大根切って味噌汁入れるとうまいんですよ。やってみてください。で、長ネギ、油揚げで、絹ごし豆腐。絹ごし豆腐とかこういうパッケージのこっから開けてくださいって信用ならないですよね。僕が下手なだけかもしれませんけども、毎回ね綺麗に取れないんですよね。で、アクが出てきますので、アクを取っていきます。アクもそうだけど油がすごいな。で、ある程度大根に火が通ったら、先ほど切った長ネギ、油揚げで、ネギに火が入りましたら、火を止めて、こちら味噌を溶かしていきます。で、かき混ぜて、うまっ。で、最後に豆腐をパパッと入れます。はい、これで波増えないの具沢山お味噌汁の完成。はい、では次にムニエルを作っていきます。両面に塩コショウを振っていきます。そしたらそこに小麦粉をまぶします。両面にしっかりとまぶしていきます。皮目にもしっかりと。オリーブオイル、中火にします。で、皮目から焼いていきます。お皿の用意。ベビーリーフ残ってたんで少し添えて、そしてレモンも輪切りにしておきます。これホワイトトウモロコシも今日茹でておきましたんで、よいしょ、これも盛り付けていきます。はい、ではこちらいい感じに火が入ってきましたので、一度これを取り出します。で、ここにバター、オリーブオイルで、お醤油で、軽く煮詰めて、はい、これでバター醤油ソースの完成。トウモロコシも添えて、レモン、パセリで、バター醤油ソースをかけます。はい、これで南フエダイのムニエルの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、まずお味噌汁予想。うまそう。ほぼ今日のメインですね、こちらのお味噌汁。味噌入れる前に豆腐入れると、かき混ぜてる時に豆腐がぐちゃぐちゃになっちゃうんでね。よし、じゃあこんなもんでいいでしょうね。結構作ったな。タニアン呼ぶか。もう理想の朝飯。ただね、結構時間かかって、もう昼飯っていうね。やっぱ動画回しながら魚一匹さばいて、ここまで作ろうとすると、1時間半かかっちゃうね。ではまずお味噌汁からいただきましょう。こちら。いただきます。
うめえ。上品な出汁が出ておる。じゃあ次はこちら、身の方をいただきます。すごく皮がね、ゼラチン質というか、プリプリですね。これ、すき引きしないで正解でしたね。じゃあ身の方、いただきます。うめえ。皮目にすごい旨味がある。で、身もホロホロで柔らかい。この魚うま。次はお刺身でいただきましょう。火を通したらホクホクでとっても美味しいですけど、生食はどうでしょうか。いただきます。美味しいな。火を通したらとってもトロトロになったこちらの皮目。生食で食べるとかなり歯応えがありますね。で、油の癖もなくて美味しいな。もうちょっと薄く切ってもよかったかもしれないですね。味は抜群です。では次はこちら。ムニエル。味噌汁であんだけうまかったんだからムニエルも間違いないと思いますよ。いただきます。トロットロですね。この魚火を通すとめちゃくちゃ柔らかくなるな。で、皮がめちゃくちゃうまい。で、こちらですね。僕の最近ハマってる食べ物。トーストオンザ目玉焼き。そこにマヨネーズ。たっぷりかけて、いただきます。はい、ということで、今日はこちらの波笛台のいろんな料理ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん！茶色のやつ。夏は麦茶がいいんですよ。いただきます。ちょっと作りすぎたかな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は大きな波笛鯛っていう珍しいお魚を使って朝ごはん作ってみましたけども、とっても美味しい朝ごはんでした。朝ごはんというよりは昼ごはんになってしまったんですけどね。朝昼兼用のご飯です。味はとっても美味しかった。とにかく皮目がめちゃくちゃ美味しい。笛鯛系の魚って本当に美味しい魚が多いのでね、今後も紹介していきたいと思います。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。